皆さんこんにちは、セナです。このチャンネルでは日本の文化や生活、しきたり、歴史、日本のちょっと面白いことについてお話ししています。皆さん今日はどうお過ごしですか？皆さんの国の、街の天気は今日はいかがですか？今日はサムネイルやタイトルにもある通りにちょっと日本のかっこいいテーマを持ってきました。今日は日本のスポーツ、武士道とその心についてお話ししようかなと思います。武士と聞くときっと侍ですね。皆さんだとアニメや映画などで侍を見たことがありますか？その世界に今日は踏み込んでいこうかなと思います。ご紹介していこうかなと思います。皆さんは武道と聞いて何を思い浮かべますか？例えば、人気なところで言うと、柔道ですね。相手をこうやって投げたり抑え込んだりする競技で、今ではオリンピックの正式種目として世界中で柔道が愛されています。世界中の人が柔道をしています。それから空手ですね。空手も正式種目、正式の名前は空手道と言います。私は実は子供の時小学校4年間空手を習っていました。空手、そうですね、その当時私が、仲良くしていただいていた知ってくれていた友達が空手を始めるということで、私のお母さんと一緒にその子について行って道場に行きました。道場というのはこういった武道、日本のスポーツをする場所の名前ですね。この道場に行って稽古を見ました。稽古というのは英語で言うレッスンですね。クラスとかレッスンです。でそれを見て、なんかちょっとかっこいいかもしれないと思って、すごく軽い気持ちで始めました。しかし空手はその組手がありますね。組手というのは、習った技を使って蹴るであったり、あとは自分を保護する、払うであったり、そういったものを組み合わせるちょっと格闘技ですね。それが私の性格にちょっと合っていませんでした。小さいながらに大会であったり練習試合などに参加して、同じような年齢の子供と一緒に空手の試合をするんですが、組手の試合をするんですが、毎回自分がこう蹴りを入れたり殴ったりする、パンチをするときになんかごめんっていう気持ちになっちゃうんですよね。なのでもう格闘技には全然向いていない性格です。はい、あとその空手には組手と型があります。型というのは実際の相手と戦うんではなくて、仮想の相手を想像して、習った技を使って決められた動きを披露するものですね。はい、格闘技の舞とも言われるそうです。じゃあなぜ武道という漢字を書くのでしょうか？名前の由来は何なんでしょうかね。もう多分勘がいい方はわかると思いますが、武士と大きく関係しているんですね。武士というのは、日本では平安時代中期、9世紀から10世紀ぐらいのあたりに登場してきた武装した集団です。この集団はもともと貴族であったり、君主の土地、その優しい言葉で言うと家や不動産を、守る、こういった武装して守る集団のことです。武装するというのは、例えば刀を持つであったり、馬に乗って弓で射ったりする人たちですね。はい、こういった人たち、集団のことを武士と呼び始めて、時代とともに武士は政治の力を握るようになったり、その政治に関わってくるんですね。そういったりとか、江戸時代ではもう町の国を担う役人であったり、警察のような立ち位置をしていた武士もいました。武士はもう時代によっては定義が少し異なります。はい、ですがその皆さんがきっとイメージするのは、戦国時代のこういった鎧を着た武士であったり、江戸時代にこの腰のところに刀を刺して歩いているちょんまげの人だったり、そういったものは、侍ですね。侍という言葉も武士と、同じではあるんですけど、この武士の中に、
その君主であったり、そのお殿様に仕えるもう少し位の高い人のことを侍と呼んでいたそうです。なので今回は総じて武士として呼んでお話をしていこうかなと思います。武士は日本に鉄砲が入ってくる前だと馬に乗って弓ですね、弓矢で相手を射ったり、あとは、近接戦、この近い距離での戦いだと刀を使って人をやっつけたり、こういったところから弓道や、剣道などが生まれました。この武道が面白いのは、体を動かすことだけではありません。武道で大切にされていることとして心技体という考え方があります。技体の漢字は技と体ですね。スポーツですから体を使ってスキル技を磨いて、勝負をする。心というところが、武道ではとても重要視されます。この心の中には例えば、人格を磨くであったり、道徳心を高めるであったり、礼節を守る、こういったことがとても大切にされています。少しちょっと難しい言葉なので軽く説明しますね。最初の人格を磨くというのは、人格というのは性格ですね、自分の内側ですねを磨くであったり、あとはその道徳心を高めるというのは、道徳心というのは人がいいことそれから悪いことを判断して行動するということですね。この、センスですかね、センスを養うであったり、あとは、礼節を守るというのは礼儀を守って節度を守るですね。礼儀というのは、マナーとかエチケットとかっていうふうに訳されますけど、例えば日本だと満員電車の中、人がたくさんいる電車の中で大声で電話で話すということはちょっとエチケットにマナーに欠けていると言われます。こういったことであったり、節度を守るということは、例えば久しぶりに友達と飲みに行って、楽しくなって酔っ払ってしまった。酔っ払うことはいいんだけど、酔っ払った勢いでその誰かのことを傷つけてしまう、何か失礼なことをしてしまうということは、日本語では節度がない、節度がなかったというふうになります。こういった礼儀と節度を守ること、このように心を鍛えることが武道ではとても大切にされています。この心を守るの一部として、礼儀であったり人格を極めるの中に入ってくるかなと思うんですけど、例えば道具を大切にすることは武道のみならず日本だけではないとは思うんですけど、スポーツマンシップ、そのスポーツ選手の中ではとても大切にされていることです。例えば、お稽古レッスンですね。お稽古が終わった後に剣道だったらお面であったり、竹の刀ですね、竹刀をきれいにするとか、きれいにお手入れするとか、あとは道具を投げたりしないとか、そういったように道具を大切にする精神はもう武道だけではなくて大切にされています。例えば私はお兄ちゃんがいます。お兄ちゃんは、野球を昔していました。その野球の場所でも終わった後は、この野球場を掃除するであったり、あとは終わった後にグローブとかバットをきれいに拭いたりとか、そういったことも多分野球を教える教育の一環としてありました。はい、このように、武道では、スポーツですかね、武道では弓道や剣道や柔道などではこのように勝ち負けだけでなく、そこに至るまでの道、どれだけ誠実に向き合ったか、どれだけ誠実に戦ったかという道が大切なのです。なので武道と言いますね。この武道はスポーツとしての特徴は試合時間が短いことにあると思います。個人戦が多いので、例えば水泳や陸上とちょっと同じ印象かなと思います。しかしテニスや卓球などのように何セットもしません。はい、なので平均しておそらくもう数秒で終わってしまうこともあれば4分8分とかかかる
それぐらい短い時間が武道の試合時間が特徴的です。この武道の中では試合の中で、勝敗が決まることを一本取るというんですが、この一本を取ってしまえばもう試合は終了です。試合はもう終わってしまいます。はい、例えば相撲ですね。相撲も武道の一つなんですが、私のおじいちゃんは、相撲のシーズンになるともう毎日テレビで相撲を見ていました。なので私も一緒に見ていました。その相撲のルールは、そのお相撲さんの、足裏以外の体が、地面についてしまう。それがこの相撲の、土俵のこういった周りに綱といって太い紐があるんですね。その外から出てしまえば負けというこの2つのルールがあって、これで勝敗が決まります。でその土俵から押し出すであったりいろいろな技はあるんですけど、もうほとんどの場合もう本当に1分以内で勝敗がついてしまうことが多いです。相撲だけでなく他の武道もその何ヶ月も何年もかけて練習して修行して鍛錬を積んできたことがもう瞬く間に数分で勝敗が決まってしまう。こういったそのスポーツの世界、武道の世界はとても儚くて悲しいなとは思うんですが、これもまた武道の魅力の一つなのかなとも思います。そしてこの武道の道はスポーツ以外にも広がります。これが茶道と華道と書道ですね。はい、この3つが今でも、スポーツではない武道の形で日本で愛されています。この3つについて紹介しようと思います。日本では17世紀初め頃から260年くらい続いた江戸時代がありました。江戸時代は世界的に見ると日本は鎖国状態にありました。鎖国というのは他の国と貿易をしないことですね。その日本の中のある特定の場所では中国であったりオランダと少し貿易をしていたみたいなんですが、もうそれ以外はもうほとんど日本の国内だけで全てを賄っていました。そうなのでこの江戸時代というのは芸術面でもあとは文化面でも日本人の心が確立された時代とも言えると思います。諸説いろいろありますが、この江戸時代は日本がとても豊かで平和だった時代として有名です。この時代は弓矢や、刀を使っての戦いはもうほとんどなく、武士は町や村を治める人であったり警察的な立ち位置をしていました。その当時は刀は戦うこと以上に身分の証ですね。私は侍である、私は武士であるというような証としての意味も大きかったそうです。この江戸時代に戦う力よりも礼儀であったり落ち着いた心、そして正しい判断がとても大切になりました。こういった、考え方を、身につけるために修行が行われました。修行というと例えば体を動かして体に覚えさせるといったそういったトレーニングの意味もありますが、日本の修行には心を鍛える、また心ですねがあります。この精神修行の一環としてこれからお話しする茶道と華道と書道がとても大切にされてきました。これがスポーツではない日本の武道になります。まず茶道についてご紹介したいと思います。茶道というのはこういってお茶を立ててお客様に振る舞う文化のことですね。お茶を立てるというのはこういったお茶碗に、お抹茶の粉とお湯を入れて、茶筅という竹でできた道具でこういう風にして混ぜます。お茶を作ることをお茶を立てるという言葉を、日本では使います。このようにして茶道では武士にとって礼儀を学ぶ大切な場所だったんですね。この茶道の順番ですね、お茶の立て方であったり道具の置き方であったりもいろいろな意味があるそうです。こういった小さな茶室では身分が高い人とでも落ち着いて話すことができたそうです。茶道の合言葉では和敬静寂という言葉があります。和やかに相手を敬って清らかな言葉で静かに落ち着く心ですね。
茶道は武士が落ち着いて相手を大切にする心を身につける大切な場所でした。次に華道をご紹介しましょう。華道は、花を生けることですね。生けるというのはアレンジメントですね。例えば花瓶であったり花器などに花を立てて美しく飾ることですね。このただ花を入れるだけではなくて、華道では空間がとても大切になります。例えば花の高低差、高い花の隣には低い花があるであったり、色のバランスなど、こういった間を取るというんですが、この間合いが大切でした。この考え方も戦ではとても大切だったそうです。ちょうどいい間が必要ということですね。また花は時間が経つと枯れてしまいますね。しおれてしまいますね。こういった花の命の短さから無常を感じる。このように無常とはこの世のすべてには終わりがあるというこの考え方が武士の死生観にもつながりました。華道は心を落ち着け美を大切にし変わりゆくものを受け入れる修行になりました。最後に書道をご紹介しましょう。書道は筆と墨を使って文字を書く芸術ですね。しかしこれはただ文字を書くだけではありません。日本では、人のこういった文字書道では人の心や性格を表すとも言われています。字は定位を表すといってその人の教養なども表すことになります。こうしたように江戸時代の武士は手紙や公式書物などを書くことが多く仕事がありました。なので読み書きの能力はとても重要でした。こういった書道の大切なことは背筋をまっすぐ伸ばして呼吸を整えてこのように運筆、筆を正しく動かすことなどが大切にされていて、墨をする作業であったりこういったことも全て修行の一環だったそうです。書道は一筆一筆に集中して書くことで平常心が保たれる練習になりました。感情に流されずに冷静に判断する力を、つける武士にとってとても大切な修行でした。こうして江戸時代の武士にとってスポーツの道、またこういった茶道、華道、書道のような道は整える修行そのものだったんですね。この勝つだけではなく人として成長すること、きれいにするだけではなく心を落ち着かせること、こういった修行が武士道の元になったんです。こうして江戸時代の武士にとっては武道は修行の一環だったんですね。勝ち負けが重要なのではなくて人として成長するための道、また美しさが大切なのではなくてそれをするまでの過程、心を落ち着かせること、こういった修行が武士道の意味につながります。そして面白いのはこの武士道の精神は実は現代の日本文化や価値観にも形を変えて生き続けていることです。例えばビジネスの場面での礼儀であったり日常のちょっとした気配りであったり、または空気を読む文化もここから来ているかもしれません。華道の間を大切にする文化ですね。このように武道は勝つための技術ではなくて人として成長するための道。もしかしたらあなたの国でもあなたの国らしい道があるかもしれませんね。また何か気づいたらコメントで教えてください。今日のエピソードはここまでです。またいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次のエピソードで会いましょう。じゃあね。